よいこらセット。はいどうも、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回は、パパサイクリストの実情ということで、ちょっと雑談をしようかなと思うんですけれども、ご覧になってくださっている皆様も、もうサイクリングいっぱいね、楽しんでいるとは思うんですが、いろんな立場の方がいらっしゃると思います。学生の方であったり、独身の方、私のように、家族がいる方と、いろんな状況があると思うんですが、自分で使える自由な時間というのはそれぞれの、立場によって変わってくると思うんですね。で、今回パパサイクリストというふうにお話はするんですけれども、パパサイクリストの中にもいろんな状況というのがあります。子供が何人いるのかとか、子供の年齢などによっても使える時間というのは全然変わってくるので、パパサイクリストその3の一例として、最後までお付き合いいただければ幸いでございます。さあ、サイクリストの朝は早いというようなね、ことをよく言われるんですけれども、ツイッターなんかを見ていると、やはり始発に合わせて、臨行で、走りに行ったりとか、中には深夜の3時とか4時とかね、まだ日が昇っていないような時間から走り始めるという方も中にはいらっしゃるようで、朝の時間っていうのは早く使えば使うほど一日の時間が長くなるので、やっぱり有効的なんですよね。ただ、私、パパサイクリストその3の朝はとにかく遅いです。何がそんな遅いかというと、やはり娘の朝ごはんとかを一緒に食べたいんですよね、私は。6時とか6時半ぐらいに娘と一緒に朝起きて、そこからご飯を食べて、7時半ぐらいには着替えも全部終わって、娘の体調管理ですよね、熱であったりとか何か調子悪くないかというのを確認してから、サイクリングに行く日は8時ぐらいが最速になるかと思います。とにかく出発が遅れに遅れて、たまにサイクリングするつもりが出かけずに娘と遊ぶこともありますからね。サイクリング中に関しては1時間に1回必ず携帯を見るというのが私の中ではルールになっています。妻から何か娘が怪我したとか熱が出たとか、そういう LINE が来てないかなという確認ですね。でもし怪我した熱出たという連絡があったら、もう選択肢なんてないんですよ。もうそこから帰るだけです。場所によっては自転車で急いで帰った方が早いか、最寄り駅にバッと走っていって臨行で戻った方が早いかっていうだけで、もう帰らないという選択肢はないんですね。30キロ以上、片道30キロ以上の距離を走るときは、もう臨行袋を持っていくのは私の中で絶対的ルールになっています。他の持っていくものを犠牲にしてでも臨行袋は必ず持っていくという感じですね。お土産に関しては極力妻と娘には食べ物を買って帰るように心がけています。私が好きな場所で奥多摩があるんですけれども、奥多摩にね、私自身はロングライドで行くんですが、妻と娘は絶対に今行かない土地なんですよ。行きたければ行けるんですけど、コロナの関係もあって極力ね、電車での大移動というのは避けたい、ところがあるので、そういう妻や娘が行かないような土地の食べ物をお土産で食べさせることによって、何て言うんでしょうね、その土地のエネルギーというか生命力っていうのをこう体にね取り込むことができたらいいなという気持ちもあって、極力食べ物のお土産にするようにはしています。なので、持っていくものとしては、臨行袋は先ほど言った通り当然なんですけれども、お土産を持って帰れるようなバッグ、リュックなんかも持参して走ることが多いですね。さあ、パパサイクリストの帰宅時間、これは結構早いです。夕方の5時には最低でも家に着いてます。夕方5時に帰り始めるのではなくて、夕方5時にはもう家に着いているんですね。なので、ロングライド先によってはもう3時には帰り始めるとか、2時には帰り始めるという感じですね。というのが、夕方の5時以降って家事育児が本当に大変なんですよ。洗濯物取り込んで、畳んだりとか夕飯作り始めたりとか、でも娘は絶賛稼働中なので一緒に遊ばないと目を離せないしとか、いろんなことがうわーっと重なるので、
夕方5時以降って結構戦争なんですねその後は、6時半ぐらいに夕飯になってちょっと遊んで、7時半ぐらいには最低でもお風呂に入り始めで、上がってからまたちょっと遊んで、夜の9時には寝床につくという感じですね。で、だいたい娘が10時ぐらいまでの間には寝るので、夜の10時ぐらいにこっそり私は寝室を抜け出して、この YouTube の編集をだいたい深夜の12時ぐらいまでですかね、カタカタとやるという感じなんですね。ちなみに土曜日が私がワンオペという日でして、朝起きたところから朝食、昼食、夕食もそうですし、洗濯物はね、なぜか妻がやってくれるのでちょっと甘えちゃってるんですけれども、それ以外の全ての家事、育児は私が一日全て一人でやるというのが土曜日ワンオペの日です。で、日曜日は逆に妻がそれをやってくれるので、私は好きに動けるという感じですね。個人的に大事にしているのが、私はロードバイク、サイクリングが、基本的な趣味なんですけれども、妻にも趣味があります。で、趣味ではなくても一日休みたいっていうのは絶対妻も思うし、私も思ったりもするので、どちらかに一方にね、負担を投げかけて自分だけ趣味を全うするっていうのは、後々何か大切なものが壊れてくると思いますそうならないように、お互いね、こう譲り合いながらとか、ちゃんと条件を作りながら、仲良くね、家族でやっていくというのが大事だと思いますので、ということで、今回はパパサイクリスト園さんの実情っていうのをちょっとなんとなく、平たくお話をさせていただきました。今後パパさん、ママさんサイクリストになる方もいらっしゃると思いますし、学生の方は、ちょっと先の話でよくわからないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、将来パパさん、ママさんにね、なる可能性はもう十分ありますので、十分喋れてない一つのパパサイクリストのケースだと思って、いただければ幸いです。ということで、今回はこれくらいかな。以上、それではまたお会いしましょう。バイバイ。